楽しい人生を送るためには、楽しい考え方が必要です。少しぐらい嫌なことがあっても、このことがダイヤモンドに変わります。この言葉を言うだけで、不思議と肩の荷が下りるものです。こういう言葉を一つ持っているだけで、人生は劇的に良くなるものです。共に幸せの道を歩いていきましょう。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、人生がダイヤモンドに変わりますという本をご紹介します。著者は斉藤ひとりさんとみっちゃん先生さんです。斉藤ひとりさんといえば、高額納税者番付に常にランクインし続けるほどの実業家であり、その哲学や人生観などを説いた著書はこれまで何百冊と出版され、どれもベストセラーとなっています。また、みっちゃん先生さんは斉藤ひとりさんの弟子として、商売から精神的な考えまで様々な教えを受けて、こちらもまた実業家として大成功されております。本書はそんな二人がタッグを組んだ一冊で、タイトルにもあるように、平凡な人生がちょっとした考え方や小さな習慣の積み重ねで大きく変わる。それこそダイヤモンドのように輝き出すという内容になっております。本チャンネルでは斉藤ひとりさん、みっちゃん先生さんの本をご紹介するのは初めてなのですが、僕が思っていたよりもずっと具体的で、すぐに生活に活かせそうなアドバイスばかりで、自分的にはかなりグッドな一冊です。物語はお二人の掛け合いで進んでいくのですが、その軽妙なやりとりもとても心地がいいものでした。本動画では、そんな掛け合いの雰囲気を感じていただきながら、いくつかのアドバイスをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。人は毎朝生まれ変わる。生きていると思い通りにならないことがありますよね。そんな時に思い出すのがひとりさんのこの言葉です。壁にぶつかってもいいんだよ。そこでどうしようかと考えることが魂を成長させるから。考えたら考える前より成長する。それを繰り返すうちに何でも絶対うまくいくから安心して進みなよ。思い出すだけで心が落ち着く私にとって魔法の言葉です。僕たちの魂は問題から学べることを知っているから、本当は思い通りにならない状況を求めているんだよね。困ったことが起きると成長のチャンスが来たぞってワクワクしちゃうの。頭では失敗したくないと思うだろうけど、私たちの魂は失敗を求めているんです。魂はもっと経験したがっている。失敗から学びたいんだよね。だから失敗してもいい。むしろどんどん失敗しないと。失敗から学んで成長すれば、その失敗は成功に変わるから。失敗した自分を大丈夫、大丈夫って許すの。失敗して自分が嫌になっても、そう思ってしまう自分すら許すの。人ってね、毎朝生まれ変われるんだよ。例えば、たった一日でもいいから、悪口や愚痴を言わないとするじゃない？その挑戦をしただけで波動が全然違ってきちゃうの。悪口や愚痴を一日言わないだけで、翌朝からガラッと波動が変わって別の人生が始まる。聞いたことがあるかもしれないけど、赤ちゃんが生まれるまでに十月10日かかると言われます。朝という字を見てみてよ。十月10日と書くでしょ？朝が来るたびに十月10日経つのと同じ、そういう意味ですね。そう、人は毎朝生まれ変わるよってことなの。でね、何もしなくたって毎朝生まれ変わるけど、ちょっと波動を変わることをすれば、それこそ大違いの人生に生まれ変われるんです。明るい波動になれば、その波動にふさわしい最高に明るい人生が始まる。どんなに難しい問題が出てきても、明るい波動で朝を迎えたら、きっと生まれ変わった自分が解決してくれますね。自分褒めで、魂がダイヤモンドのように輝き出す。ひとりさんが教えてくれたこんな言葉があります。自分をうんと褒めてあげな。自分の中にある宝物を掘り起こせるからね。私たちはすぐ人と比べて落ち込み、周りから認められないと自分を否定し始めます。自分をダメな人間だと決めつける。でもそれって一番自分を粗末にする行為だよって。そういう自分の否定に走りがちな人は自分と親友になるといいんです。大好きな親友は否定したくないし、どんどん褒めたくなっちゃうでしょ。
そういうつもりで自分と付き合ってみる。親友だと思えば欠点だって許せるよね。というか、そもそも欠点ってただの個性です。決してダメなところじゃない。その個性を活かせば楽しめるかな、成功できるかなって考えるべきところなんだよ。世の中には欠点に見えるような個性を活かして大成功した人がいます。欠点を宝物に変えた人がたくさんいるの。実は僕は中学校しか出ていないんです。普通の人にとってはこれは欠点かもわかんない。でもね、僕にとってこの学歴は最高の宝物なんです。勉強が嫌いで中卒だったからこそ、早く社会に出られたし、納税日本一にもなれたんだもの。自分褒めで個性を宝物に変えられる人は、他の人のことも許せるし、この人の個性をどう活かせばもっと輝くかな、なんて考えてあげることもできるんだよ。そうすると、あなたのおかげで人生が変わったと喜んでもらえる。あなたが自分褒めをすることで、周りの人まで幸せにすることができるんです。最高だよね。英語を話せない人は英語塾を開くことなんてできません。自分褒めもそれと同じこと。まず自分褒めができなきゃ人を幸せになんてできないんです。そうして自分褒めをしていると魂がピカピカに磨かれるんだよ。それが魅力という光になってあなたが輝き出すの。どんどんオーラが大きく美しくなっていく。それはね、まるでまばゆいダイヤモンドみたいな輝きなんです。あなた色のダイヤになる。あなた色のダイヤが光を放つようになると、あなたが欠点やコンプレックスに思っていることすら、最高の個性として味わいが生まれるの。確かに人気の俳優さんなんかを見ていると、素朴な雰囲気なのになぜかオーラがキラキラしている人や、ただものではない魅力に溢れている人がいますよね。そう思うと、コンプレックスをコンプレックスのまま悪者扱いにするなんて、こんなにもったいないことはありませんね。欠点やコンプレックスを輝くダイヤモンドになるまで磨けば、他の人にはない唯一無二の魅力になる。あなたも最高のダイヤになるんです。大声の天国言葉で自然に笑顔になれる。なんだかテンションが上がらないなーっていう時は、圧を上げるのも効果ありですよね。私はこう見えて、車の中で一人になったりすると、大きい声で、感謝してまーす。嬉しい。ついてるって叫びます。昔は特に自分に自信が持てなかったから、しょっちゅう大声を出していたな。大声を出すと、スカッとして本当に気持ちがいい。すごく元気になります。ちょっとぐらい落ち込んでいても、簡単にパワーチャージされるんです。落ち込んだ時って、要は弱ってるんだよね。エネルギーを取られて圧が抜けているの。気合が足りないっていうか、そういう時には大声を出すと活力が戻ってくるんです。中でも次元の高い波動を持った天国言葉を大きい声で叫ぶと、ものすごく圧が上がるよね。ここで天国言葉について解説します。天国言葉とは、自分も周りも明るく楽しい気持ちになれる言葉で、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します、などです。その反対に自分も人も不幸にする暗く重い感情が詰まっているのが地獄言葉。恐れている、ついてない、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事、許せない、など。で、成功したかったらいつでも圧を上げてなきゃいけない。元気がなきゃ成功も何もないからね。もし周りに人がいて大声が出せないときは、小声で圧、圧、圧とつぶやくだけでもいいの。お祓いみたいにあなたの気持ちが圧を上げるから。過去のトラウマもあなたの個性に変わる。人は誰でも多かれ少なかれ過去のトラウマがあると思います。私も今は幸せそのものですが、ちょっと体調を崩した時などには、昔の嫌な記憶がフラッシュバックして苦しい気持ちになり、つい涙ぐんでしまうことも。だから、トラウマに苦しんでいる人の気持ちはよくわかります。生きていれば誰だって嫌なことはある。その記憶が消えず、月日を経ても嫌な気分になっちゃうことがある。人間の脳はすごく高度だから、ちょっと匂いを嗅いだだけでそれにまつわる記憶が呼び起こされたり、
音楽で過去の出来事を思い出したり、良くも悪くもいろんな情報が引き出されるの。これはどうしようもないことです。ただその時にこういう日もあるよねって悪い方に引きずられなければいいの。私も嫌な気持ちになった時は拒絶せずに受け入れますが、流されないようにしています。そして嫌な記憶も無理に消そうとは思いません。いつまでも消えない記憶というのは、消えないことで魂の学びになったり、他の人のお役に立てたり、自分の中で光り輝く宝石に変わったりするものだと思うんです。そういうふうに考えられたらいいよね。人間は完璧じゃない。いい時もあれば悪い時もある。不完全な自分でいいし、そのままの自分だから素敵なんです。そう思える人が今を幸せに生きているってことだと思う。何が起きても自分を許すの。だって自分を許せないままだと心は晴れないでしょ？楽しくないでしょ？スカッと晴れやかで楽しい人生を選びたい人は自分を許すしかない。そうじゃなきゃいつまで経っても迷いや苦しみが続いてしまう。考えてみたら苦しい記憶が蘇ってきたとしても24時間365日ずっとその記憶に支配されるわけではありません。仲間と楽しく遊んだりストーリーに没頭できる映画やドラマを見たりすればパッと嫌な記憶は消え去ります。そうやって出ては消え、出てきては消えを繰り返すうちに少しずつ思い出す回数が減ったり、出てきてもすぐに感情をリセットできるようになったり。だからとにかく気持ちが軽くなるまで許します、許しますの言霊で心を浄化し続けたらいいですね。迷った時は楽しい道を選ぶといい。迷った時はついどちらが自分に得だろう、将来役に立つのはどれかななんて視点で考えがちですが、ひとりさんは迷った時は楽しい道を選ぶといいよという考え方です。迷ったら楽しい方へ行きな。楽しい道を選べばまず間違いないからって背中を押してくれる。ウキウキする道、胸がときめく方へ行けばいいよって言われると気楽に前に進めます。僕からしてみたら当たり前の話なんだけど、このことを知らない人がまだまだたくさんいるんです。選択を迫られた時に損得で考えるから緊張するし怖くもなるの。だけど楽しい方へ行きなって言われたら安心して一歩足を踏み出せるんだよ。で、楽しい方、面白い方へ進めば肩に変な力も入らないから実力が出せる。結果的に成功する確率も高いの。楽しいし成功するってこんなお得な道はないよ。人生とは一瞬一瞬で楽しい道を選べるかどうかです。日常の選択は些細なことばかりかもしれない。でもそこで生まれるごくわずかな差が積み重なると長い目で見たときに全然違ってきちゃうの。楽しそうな道へ進んでうまくいかなくてもいいんだよ。その時はまたそこで楽しい道を選び直せばいいんだから。細かいことは気にしない。気楽に生きる。ちょっとしたことで落ち込む人ってね、あれこれ考えすぎなんです。ああでもない、こうでもないって考えすぎるから、結局最後は自分を責めちゃうの。人生というのはもっと気楽に生きなきゃダメなんです。楽しく軽い気持ちで毎日笑うこと。簡単に見えてものすごく難しい。でもね、これができたらもう神様の域だよ。気楽に笑って生きるってそれくらい大事なことなんです。じゃあどうすれば重く考えずに済むか。まずは細かいことをいちいち気にしない。多くの人は自分に対して100点を求めすぎなの。だけど僕から言わせると人間なんて60点ぐらいでちょうどいいんです。ひとりさんはいつも仕事でも何でも6割の力が出せたら十分だよって言いますよね。むしろそれぐらいの力で臨んだ方が何事もうまくいくよって。人間は全力で走り続けることなんてできません。その点6割ぐらいの力で走ると心にも体にもゆとりが持てて長く走り続けることができるんですよね。もちろん6割の力で生きていればやり残しやカバーしきれないことは出てきます。でもそれでいいんだって自分を許すことも大事ですね。そうだよ。ある人が地獄言葉を使わないように気をつけているのにうっかり口にしてしまうことがありますって悩んでいたの。そんなの60点もできてたらいいじゃないかって思うわけ。
60点って少ないように感じるかもしれないけど、真面目な人は60点でいいと言われたって、もっと上を目指しちゃうんだよね。だから半分以上できたら立派だと思うくらいでちょうどいいの。気楽に考えたらいい。あんまり真面目すぎても魂は成長しない。昔の私はアルバイト先でコーヒーを入れようとすればお水をこぼす。コピー1枚ですら間違えるような頼りない従業員で、しょっちゅう上司に叱られていました。でも落ち込む私にひとりさんは、半分以上の仕事ができてるんだから大したものだよ。それに失敗だってどれも無駄な経験じゃないからねって。ひとりさんはいつも優しい言葉でみんなの肩の荷を下ろしてくれますよね。僕が人の肩の荷を下ろしてあげられるのは、自分が最高に気楽に生きているからなんです。僕には悩みなんてないし、苦労もしたことがない。我慢もない。好きな仕事をして毎日楽しく生きているから、ちょっとでも困っている人がいたら気になってしょうがないんです。少しでも肩の荷を下ろしてあげたら、生きるのが楽になるんじゃないかなっていう思いで、いろんな人の相談に乗っているんだよ。でもね、実はこうやって人の幸せに協力すると、なぜだか道が開けて運勢が良くなるから、僕にとってもお得なの。神様はみんなに幸せになってほしいと思っているんだよね。人が幸せになるためのお手伝いをする人がいると、神様は嬉しくなる。だからご褒美をいっぱいくれるんだと思うんです。自分に向けられた石をダイヤモンドに変える。人は辛いことや苦しいことがあると、心に石を投げられたような痛みを感じます。悪口や陰口という石を投げられたり、失敗という石が飛んできたり、悲しみという石が降ってきたり、いろんな石に悲鳴をあげるよね。そんな時にぜひ思い出してもらいたいのが、自分に向けられた石をダイヤモンドに変えてくれる。このことがダイヤモンドに変わります。という言葉です。この言葉を言っているだけで、神様があなたを幸せな道に連れて行ってくれるんです。言霊の力って不思議なんですけど、心が痛い時に、このことがダイヤモンドに変わりますって何度も言うと、本当に痛みが和らいでくるんです。まるで痛いところを神様が大丈夫だよってさすってくれているようなあったかい気持ちになってきます。そうだよね。どんな辛いことでも必ずダイヤモンドに変わるから、そう信じて未来は明るいという気持ちで言ってみて。周りに人がいるときは小さい声でつぶやけばいいし、それも難しければ心の中で唱えるだけでも構わないから。例えば豊かになろうと頑張っていると、なんだかんだ足を引っ張るやつが出てきたりする。でもね、そういう時も、とにかくダイヤモンドに変わるから大丈夫っていう気持ちを忘れないこと。それで絶対うまくいくから。ダイヤモンドってすぐにキラキラと輝いた素敵なものって想像できるじゃないですか。これが結構大事なのかなって思いました。自分を褒めてあげるとき、元気づけてあげるとき、具体的に輝いているダイヤモンドはとても想像しやすくて、変わっていくイメージがしやすいなって。こういったものは具体的な想像や願いである方が効果があるはずですし、そういう意味でダイヤモンドってぴったりだなと思います。とはいえ、ダイヤモンドと一言で言っても、全員が同じイメージではなく、人によって色や形、輝き方は違うと思うんですよね。そういう意味で自分色のダイヤモンドに変わっていけるんでしょうね。今回ご紹介したのは本書のごくごく一部で、本当にまだまだたくさんのコンテンツがあり、いろいろな教えを伝えてくれています。そしてさらに、いいことが起こる指針カードなるものも付録としてついています。お守り代わりに楽しんだり、持ち歩いて自分の味方にしたり、きっといいことがあるかもしれませんよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。